進学についてお話ししたいと思います。むしろあやさんの入る高校によっては来年からあやさんが動画に出ないっていうことはありえます。あやです。今日はあやさん今中学3年生、この夏大事な時期になります。すでに通ったことがある方、自分のお子さんが通っている最中の方、あやさんみたいに現在進行形の方、来年再来年あやさんと同じ立場になる方いっぱいいらっしゃると思います。このチャンネルそういう年齢層多いんですけど、今日は進学についてお話ししたいと思います。進学といえばあやさんの年齢から言ったら高校になります。高校なんで今忙しいかというと、学校見学ができる時期となりました。親さんの世代、あやさんの世代はもう皆さん知ってると思うんですけど、大体は私立と公立の併願で出されたりとか、私立一本で行かれたりとかいうパターンがあるんですけど、それに合わせて私立はどこ受けようか、公立はどこ受けようかって言って、自分の学力に合った、自分の目標に合ったところを探し始めます。早いところだともう4月から学校見学が始まっている学校もあります。まずはじめ高校選びから、皆さんどういう基準で高校こんなところ行きたいなとかっていうのを選んでるでしょうか。あやさんは近いとこ近いところ、他にはろ分からへん。そう4月当初もそうだったんですけど、あやさんにどこの高校行くのって言っても分かんない、適当に書いといてってこれなんですよ。本当に真剣に考えてる子だったら自分で調べて、ここの学校は偏差値がこれぐらいだから私行けるな、行けないなとか、ここの学部に行けば私の好きなことが勉強できるわっていうのを調べるんですけど、あやさんは全く何もわからないから、私が行けそうなところを書いて進路調査出すわみたいなぐらいの勢いでした。今はちょっと変わってきたんだよね。さあ皆さんはどんな基準で上の学校を選んでいるでしょうか。保護者さんがここの学校いいよって言われてそこを選んだのか、それとも自分の意思でここが行きたいって言って選んだのかね。高校を選ぶにもいろいろと問題がありまして、ただ高校入って卒業するならどこでもいいんですけど、例えば高校入った上に次の大学を目指すんであれば、進学校っていう学校に入らないと基本的にはいけません。今授業数すごいよね。中学校って何時間授業ですか6時間？6時間だいたい6限目まであるよね。高校は7時間7とか下手すると8っていうところもあったよね。はい、学部によって全然違うんですね。で逆に私はもう高校卒業したら働くわっていう子たちは専門の勉強ができるところに行きます。例えば農業関係、工業、商業、そうやね、商業もそうやね。要するに資格を取れたりとか専門的なことを学べる学校であったりします。あやさんは高校卒業したらどうするの？キムチはい、こういうねいます。ママも高校3年生になって決めました、進路を。悩むんであれば専門の学部があるところではなく、進学校っていうね、上の学校を目指すところに入っておけば、就職もできるし進学もできるしっていうことになっています。であやさんはまだ未定なので、なるべく進学校っていう方を目指した方がいいんじゃないかなって周りからアドバイスされてます。あやさんね、どこでもいいで書いといてって言うんですけど、確かにね、どちらかといえばあやさんは選べる幅が大きいです。本当に頭いい子の学校は行けないですよ。行けないんですけど、自分が近場でいいやって言った学校は大抵は入れるラインではいるんだよね。なので余計に迷います。ただ一つ言えるのは、あやさんが行きたいという高校が周りにないんです。近いところで選べばいくらでもあるんだけど、本当に行きたいところは全くありません。あやさんの高校見学ですが、もうね、学校に資料として出さないといけないんだよね。ママたちの時代は高校見学あったところとなかったところがあるんですけど、今の学校はほぼほぼ全部あります。
高校見学の申し込み方いろいろあるんだよね。まずは学校からまとめて申し込んでくれるパターン、あとは完全に個人で申し込んでいかないといけないパターンとあります。で、肝心なあやさん、今年の夏に何校行きますか？予定は6。 6です。これ皆さん多いと思ったか少ないと思ったか、ぜひコメント欄で教えていただきたいんですけど、ママ的にはめちゃくちゃ多いと思います。で、その内訳として公立が4私立が個2個になってます。この間ね、進路説明会があって学校行ったんですけど、あやさんの友達のお母さんたちに聞いたら、だいたい多くても22、少なかったらもうよそ見しません11っていう方もいらっしゃいました。その中であやさんは県内外問わず合わせて42の6カ所行きたいと、もうすでに申し込みしてしまってるところもあるので、申し込みがあれだよね、7月入ってからのところも結構あるんだよね。はい、で行くにあたってもいろいろと問題があるんですよね。学校によっては子どもさんだけで見学来てくださいっていうところもあったり、保護者同伴じゃないとダメですよっていうところがあったり。説明会全部制服か。そうそう、あ、そっか。基本は説明会は制服です。でもあれやん、小学校の中学入学の時は着てなくてよかった。私服でよかった。そう、私服。何が違うの？何が違うんですかね、ぜひ聞いてみてほしいんですけど、見学っていうのは自分たちで申し込んでも最終的には学校にどの学校のどの学部の見学に行きますというのを言っていくので、学校という大きな看板を背負っていくんですよね。なので制服っていうのが当然、学校的にはいろんな情報、特に正確な情報を入手してほしいので、学校見学気になるところはもう行けるだけ行った方がいいですよっていうのがお話でした。なのであやさん的に6校気になるわ、行きたいわっていうのは正解だと思います。ちなみに一人で行くんですか？高校ね、一人で通わないといけないので、保護者同伴じゃないところは一人で行ってほしいんですね、ママは。全部連れてきるやな。連れてきて、ついてきてくださいはい、ということでママがなるべく付き添っていくつもりではあります。なんでかというと、あやさん一人で電車が乗れない、あと非常に方向音痴なので迷子になる。まあ私も方向音痴なんですけどね。なのでひょっとすると同じ年齢の方、学校見学に行っているあやさんに遭遇するかもしれないです。だって6って結構多いからね。じゃあ高校見学行くのは分かりました。進路説明会で先生に言われたことがあるんです。あやさんの周りの高校の先生方にお話を聞いたところ、こういう子は高校に来てほしい、こういう子はうちの高校には来てほしくないっていうのをはっきり告げられたらしくって、あやさん記憶残ってますか？お話。こんな子私たちの高校に来てほしくないなっていう話の子はこんなタイプの子です。意欲的に学習ができない子。当然ですよね。学校行くのに勉強しなくてなんで来るって話で、きつい言い方ですけど、そういう意見もあるそうです。2つ目は態度、制服を正しくできない子の着崩したりとか、運動靴を履いていかないといけないのにクロックス履いてきたりとか、あとは眉毛、頭髪に気をつけられる子。眉毛もらしいですよ。学校によってはやっぱ厳しいところもあります。3つ目、中学校の指導に従えない子は嫌ですってことでした。で、中学校の時にこれはやっちゃダメなんだけどねって言って注意されたことを平気でルールを破る子などは来ないでほしいなっていう意見があったそうです。4つ目、集団生活のマナーが守れない子。自分勝手にビービーっていう子はさすがに高校になっても多分そうなんだろうなっていうことがあって、ちょっと困るなっていう話でした。最後、欠席、遅刻が多い子。本当に勉強する気であれば遅刻も欠席も少ないはずなのに、やたらと多い子がいるらしいです。高校になると。義務教育じゃないんでね、電車が故障して来れないとかそんなのは稀の機会なんで、でもちょっとそういうのが目立つ子はちょっと来ないでほしいなっていう
意見を言われる先生が多かったそうです。じゃあ逆にこんな子ぜひ我が校に来てほしいっていうそちらの方は1つ目、地道に努力できる子。2つ目、目標をはっきり持ち意欲があり素直に認められる子。ハードル高いねちょっと天の弱の子にはきついんですけど、とりあえず目標をはっきり持たないといけないと。ひねくれた感じじゃなくて、素直に、いろいろできる子ですね。3つ目、勉強の習慣が身についている子で、4つ目、学業と部活の両立ができる子。これね、中学校は部活っていうのは強制じゃないんだよね。課外活動とかしてる子は特に入らなくていいんだけど、高校になると比較的部活に入る子が多いそうです。で、部活の力入れてる高校とかだと部活だけに力入れてもらっても困るし、学業にも力入れてほしいよってことでこういう意見もあるそうです。最後、中学校で仲間を大切にしてきた子、要するに思いやりの心を持ってる子をぜひ入っていってほしいっていうような話をされてました。もし大学進学するんだったら何しに行くのって聞いたのね。大学ライフをやってみたい。そうなんですよ。勉強するっていうか大学生をやってみたいって言ったので、そんなことのために行かないでって言ってキャンパスをギャハハって歩きたいらしいですよ。ただ上の学校に行った時にあなたの下には2人がいるので、ごめんなさい、奨学金を借りられる前提で動いてほしいっていう。高校行くとバイトしたいんですか？できない学校の方が多いですよ。知っとる。むしろあやさんの入る高校によっては来年からあやさんが動画に出ないっていうことはありえます。最後に学校の先生から言われた今大事にしてほしいこと4つです。1つ目、スマホゲームは極力控えましょう。あなたの目指すところは学校の中相手ではありません。あなたの学校の生徒だけが高校に行くわけじゃなくて、そこら辺の学校全部の生徒が行きます。なのでこの大切な期間にゲームとかスマホにどっぷり使っているとまず置いてかれますと言われました。2つ目、正確な情報を入手してください。先ほども言ったように学校見学などとてもいいことだそうです。学校に自分で行ってこんな学校なんだっていう正確な情報を掴んでくださいということでした。3つ目、ここ行きたい、これやりたいっていう意思を固めていってくださいということでした。4つ目、それらのことを踏まえてなんか気になること困ったことがあったら進路相談の先生に相談しに来てください。丸投げやん。丸投げやね。その先生っていうのがもう5年近く毎年毎年生徒を高校に行くのを見届けている先生なので、もうベテランですと、何でも相談してくださいっていうことでした。この4つね。それを踏まえてあやさんも高校を見学しに行きたいと思います。はい。皆さんは高校見学行かれたことありますか？最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。バイバイ。さすが私。名のバカもう知らない、さらにもっと強く狂った感じで言い換えると以下のようになります。名のクソバカ野郎、完全にお前なんか知らねえ、消え失せろ、このどうしようもないクソガキ。後ろでさギャーギャー言ったんだけど、一人パブみたいな。